さあ始まりました。皆さんよろしくノックアウト TV です。はい、今回なんですけども、こちらのジャケットですね。ちょうど今、ホリデーシーズンクリスマスっていうところなんですけれども、去年もこの時期に、こちらのプレイヤーズリリースさせていただいてるんですけれども、今年も、生地感でしたり、カラーウェイ少し変えて、提案しようと思っています。こちらのご紹介をしていきます。お願いします。まずはこちらホワイトカラーですね。昨年は、ブルー、レッド、そしてグリーンと展開したんですけれども、本年はこちらのホワイト。こちらエンジェルダストというカラーネームになっています。はい。仕様としてはパターンは昨年同様のボックスタイプを用いていて、今回も上質な、ウール地ですね。ウールを 80% ほどこちらファブリックで、用いていて、あと細かいところで言うとネイティブアメリカンこちらの根性ボタンを全て使っているというシャツですね。まあ、このプレイヤーズに関しては自分がこう作りたいっていうちょっとそのエゴトリップな気持ちで昨年から提案しているんですけれども、時期的にもこだわって、年末というか、ホリデーシーズンにこうリリースしていければなというアイテムになっています。はい、でこちらはヌメ革、ブラックのヌメ革、ウィングパッチですね。ファーストラストの、CI、ロゴの型押しを施しています。ウィングをかたどっています。はい、と、もう一色。こちら。ちょっとこう落ち着いたグリーンを基調とした、モスグリーンなんですけど、カラーネームはモスというタイプです。こちらは、先ほどの、エンジェルダストとは異なり、こちらのヌメが、経年変化でかなりこうウイスキーのように深い色になってくるこちらのカラーを用いています。はい、深みのあるグリーンというかな、自分が昔から好きなモスグリーンというカラーがあるんですけど、そちらを用いたプレイヤーズジャケットです。モスグリーンにね初めて触れた時は昔秋田に住んでる時に小学生の頃かな、アメカジ屋があったんですよ。郊外によくあったアメカジ屋、マックハウスとかね、皆さんもこう知ってるみたいな方もいるかもしれないですけど、そこでよく僕リーの USA もののブロックチェックのねモスグリーンのキャップかな、ウール地のキャップ買ったことがあって、小学生の頃で近くにモスバーガーとかもあったりして、結構モスバーガーとかなんかモスグリーンとか自分にとっては思い入れのあるカラーなんですけど、ケイトロスですね。そうだからそういったカラーネームに踏襲したみたいなところもあります。もしこれ着てみていい？ぜひ。これ去年の色ってどっちかっていうとビビッドじゃないですか。そうだったね。今年はまた違うと思うんですけど、でも完全に兄貴のその脳内のイメージは落ち着いた感じのってことだったんです。そう。なおかつちょっとこう2色提案だからそこでちょっとこうまた違った趣を見せられたらなというところはあったね。僕でいつもラージサイズを着てますね。結構あったかいんですよこれ。オンスが10.5 ぐらいだね。昨年同様かな、オンスの感じは。シャツジャケットっていうアイテムなので、シャツとしてもいいし、ジャケットとしての防寒性も兼ねている、そういう汎用性はあるかなというところですね。マッシュは XL かな。パーカーとかと、パーカーに合わせる方もいるだろうね。俺は結構サーマルとかさ、プレイヤーズの下にインナーダウン着て街に出てることが多いかな。で割とこう襟立ててきちゃってる感じです。リリースがさちょうどこの時期じゃん。プレイヤーズのホーリーナイトエクスクルーシブっていうそのリミテッドカラー提案してたんだけど、今年はねそういったリミテッドエクスクルーシブカラーは提案せずにもうこの2色で進行しています。
この放映の前にはもうリリースできてると思う、今回。うん。だからまあ後からそれそうだったんだっていう感じでね、リスナーの皆さんも聞いていただければ。もしだったらどっち選ぶ？超迷うな。迷うっしょ、結構迷うよ。わかる。本気で迷います。今着た感じ、兄貴白似合いますね。本当？インナーなんかもかっこいいんだと思う。こいつ。それと合わせて。大丈夫？このチェックオンチェックな感じ。全然。これにインナーダウン。アメカジなインナーダウンとかあったら最高ですね。インナーダウン持ってるでしょ、私物で。でもそれは別になんていうの、アメカジとかそういうテイストではなくて、デイユースできるいわゆるインナーダウンなんで、そういうんじゃなくて、やっぱり。なんだろうね、ミルスペックの仕様とかそういうやつ。そう。でも俺も、あれだよ、マジ。ギャップのインナーダウンとか着てるよ、これ。なんでもいいと思うんだよな、はい。クリスマスね、世情もしっかり、リスナーの皆さんもお忙しいと思うんですけど、ぜひね、ファーストラストのウェブストアもチェックしていただければと思ってます。はい、今日なんか珍しくコーデュロイじゃないですか。こいつ？それって古着ですか？古着だね。ファーストラストでもね、ご提案したいんだけど、コーデュロイやりたいけど、ほら、シーズン性が高いじゃんね、コーデュロイ。だから、今シーズンはちょっと間に合わないけど、サマーコーデュロイとかね、リーバイスでもやってたけど、自分はどっちかっていうと、やっぱ太い腕のコーデュロイが好みではあるから、折を見てね、提案できたらいい。これ古着です。合わせて、プレイヤーズを今日は紹介するって分かってて、パンツをそれにしたんですか？ツッコむね。そんな感じ。いや、合ってる。そんな感じなんです。雰囲気が。全然なんてことない。80s のアンノーンメーカーさんのパンツを。かっこいい。はい。というところでね、この放映の前にはリリースさせていただいてるんですけど、あれ、プレイヤーズの紹介すればなかったなってね、リスナーの皆さんもいるかもしれないんですけど、そんな感じで少し昨年のリマインダーというかね、にもなると思うんですけど、今回はこちらのエンジェルダストとモスというカラーで提案させていただきますので、ぜひね、年末から年始にかけてチェックして、気に入っていただけたら手に取っていただければなと思ってます。はい。そんな感じなんですけど、今年ちょっとスケジュールというかパツパツでお互いもそうだし、放映のスケジュールと、ファーストラストのアイテムの発売もいろいろこの年末に重なってるっていうところもあって、そうだね。別途、例えば年末の挨拶とかを出すことがちょっとスケジュール的に難しいじゃないですか。なんでYouTube 上だとそうかもしれないね。確かにちょっと軽く年始の挨拶は取れそうなんで、それは別途で取って年末今年1年の気持ちをいただけたら、このままこれ27日なんで、あと4日後で31なんで、OK。挨拶をいただきたいです。いや、今年もそうだね。今で通算何回放映してるかわからないけど、マーシーの編集のね、おかげさまもあるんだけど、ほぼほぼこう休まずにさ、週に一度金曜日の夜8時っていう部分で放映を継続できてきたことがまず
ありがとうございますというところでね、本当にやっぱ継続は力なりじゃないけど、もう4年目じゃない KTB って。通算もちろん100本以上は余裕で取ってて、次200っていう感じなのかな。で徐々にね、まあ視聴者数もそうだし、これまでやっぱり KTB って 100% さ、男性のリスナーさんだったりしたじゃない、アナリティクスを見ると。で10代の方たちってそこまでこう視聴者いなかったと思うの、本当に 1% とかさ、でも今年を通してやっぱこの時期に話せることとしてはやっぱそこら辺もやっぱ変化が生まれてきていて、例えば10代のリスナーさんがちょっとこう増えてきていたり、まあ、ジェンダー的な話をすると女性のねリスナーさんも少し増えてきてたり、あとは国別で見るとちょっと海外のねまあ、インスピレーション東京のきっかけももしかしたらあったのかもしれないけど、海外のリスナーさんも少しこう増えてきてたり、そういった変化を感じ受けられたのもなんかすごい大きな収穫だなって思ってます。KTB って自分っていう子だったりファーストラストっていうレーベルをメインにもちろん発してるんだけど、やっぱりその限りではなくてバラエティ的な要素だったり、たまにはロケに行ってみたり、いろんな試みをこうしていきたいなと思ってる中で、やっぱり自分とマーシーは結構こうミニマムなねタイトな例えば予算感だったりスケジュール感だったりで動いてるんだけど、でもその中でも伝えられること、伝えたいことっていうのをぶれずにやっていきたいし、まあ、来年もね自分たちなりのちょっとこうトライアル&エラーというか新しい挑戦なんかもしていければなと思ってるので、そこら辺をお楽しみにしていただければなと思ってます、はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、そんな感じで締めのご挨拶というか一応あれですか、はい、毎年恒例の何ですかKTB でやってるようなことってあるんですか？なんだっけ、毎年恒例プレゼント企画ですか？はい。やりますか。やりますか？やりますか。じゃあそれって新年分で撮りますか？それは。いいよ。だからまあスケジュール的に27日がこれでちょっと簡単に終わってしまうんですけど、2025年が。2025年一発目は1月の、まあ、10日だね。そうだね。公演だとして、はい、その時はプレゼント企画を用意して挨拶をさせていただこうかなというスケジュールでいきましょうか。そんな感じでいきましょう。はい、27ってあれだね、話変わるけど、もしかしたら俺ら忘年会かもしれないね。あ、そうですね。時間があれば。OK、じゃあそれでいこう。じゃあプレゼントをご用意させていただいて、抽選方法はいつものどうするか、阿弥陀以外でやってって感じでやりましょう。伝説の阿弥陀会。そんな感じでね、年末のご挨拶ちょっとこう足早になってしまったんですけども、今年1年リスナーの皆様誠にありがとうございました。来年はね、1月10日から、始動してまいりますので、引き続き、新年もよろしくお願いいたします。それでは本年も KTB ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。